私は1年半ぐらい前から不安っていうとめまいではないんですけども、不安としちゃってて、なんていうんだろう、更年期障害なのかなって自分で思って、それでやっぱり脳外科にも行ってるし、いろんなかかりつけの病院にも行ったり、内科にも行って、最終的には精神科にも行ったんですよね。だけど悪いところはないけども、ただ更年期から来てるんじゃないですかって。だからホルモンのバランスが崩れてるとか、なんていうの、だから薬もその安定剤をくれるんですよね。安定剤をいただいて、それを半分にして飲んだりとか、一粒飲んだりとかの、最初は飲んでたんだけど、やっぱり眠くなるっていうか、強くなっちゃってて、それがちっとも治らないっていうか、で病院にどこの病院行っていいのかもう分からなくて、私それで昨日ちょっと友達のところへ泊まったんですけど、今来る時もやっぱ不安としてて、不安定っていうのだから、その更年期障害なのかなって。運転するのにも怖くて運転できないんですけど、もう自分では気持ち悪くって、もうどこにも出かけられないっていうか、もう精神的なものがあるから、何か自分で好きなことやりなさいって言われてるけど、なんか嫌っていうか、うちから出たくないって言うんだけど、出たくないんだけど、仕事をある程度持ってるんですよ。一月に10日ぐらいね。そうするともう運転が怖いなと思ったり、どうしよう倒れちゃったりとか、不安ばっかりで、だから仕事もあんまり集中できない。それは医学的な原因じゃなくて、病院に行っても全くダメなんですよ。だから更年期かなと思ってる。更年期にも影響するんですけど、更年期という分野ではないんです。別の分野なんです。何が起こってるか、何が起こってるかですね。皆さん、見てくださいね。カメラに向かってなんですね。もうちょっと。はい、カメラに向かって普通に歩いてください。はい、いいですか。はい、普通に。そうです。じゃあ戻ってきて、もうはい、いいですよ。普段こんな状態です。大変ですよね。で、今度はこれです。今度はこれをつけます。それで、はい、一人で歩いて。はい。わかります？一人で歩けるでしょ？はい、今ここに来て、一人で歩いてって言ったら、先に一人で歩くのがもうおっかなびっくりの感じだった。はい、一人で歩いて。すぐ足出ますよね。足出るんですよ。じゃあ座っていいですよ。はい、何が起こってるのか、これは病院行ってもわからないですよ。これはそういう問題じゃないです。これなんです。宇宙と地球とあなたの不思議な関係っていう、人間はこの地球に住むことでいろんな現象に遭います。それはここに書いてあるのを見れば、これはある場所に行くと人っていうのは影響を受ける。それはパワースポットとか言っていろんな今ありますけども、ああいう場所もそうです。それから神社なんかもそうです。これは神社のマークがありますけども、神社は人が入っちゃいけないっていうマークです。これはだから昔からここから人が入っちゃいけないですよということで、大きなこういう鳥を立てたわけですけども、今はその神社の中に人が入ってきます。神社の中に人が入っていると、その土地っていうのは人が影響を受ける土地なんです。
でその影響を受ける土地に入るわけですから、影響を受ける人っていうのは1割から2割ぐらいいるんです。そうするとその神社で影響を受けたものが神社から外に出てもその影響が抜けないんですということが起こるんです。これは昔からそうなんです。大昔から世界中にあるんですけども、そういう現象があります。そういうのが土地の影響というんですけども、その時にお守り神社に行くとお守りがあります。お守りばらしたことある人います？あります。何入ってました？なんかいろんな字書いてあったのと、ちっちゃな仏さんじゃない、神様みたいな。字と神様。何ですか？何？ええ、中身。なんか見たら、なんか書いてあった。なんか見たら。ええ、バラしました。バラすと出てくるのは大体木です。切れっ端。木の切れっ端。その切れっ端とかその木で作った、だから何て言いました？神様みたいな神様、そういう木で神様を作ったりね、機械で作りますから簡単に作れるんですけども、要するに里物でした。それとも木でした？なんかよく見ないものって字もそうですけど、墨で書いてありました。はい。墨ですよね。墨で書いてあった。それとか、いいですよね。墨で書いた字とか、それから、神様ですから、多分木で作ったものだと思うんですけども、っていう、要するに墨っていうのも木です。木を、あれは、だから墨にしてそれを吸って書くわけですから、本当は木です。それ今貼ったでしょ。それ木なんです。それはシルクです。シルクですけど燻製したんです。樹木をご神木です。神社に行くとほとんどご神木があります。この神社はそういう場所ですよということをもう知ってるんです。だから神社に入ってきて、その影響を受けた人が神社から外出るときに影響を持って出ないように、そのご神木、木ですよ、木を切ってそして持って帰る。そうすると影響を受けないんです。ところがそんなことは分からないですから、今はお守りにしたんです。だからその神社に行くとお守りがくれます。そうするとその神社に行っておかしくなったと言われなくて済むわけですから、神社としてはそういうことをやる必要があるんですけども、要するにそれはそのご神木を燻製にしたんです。つまり何が起こったかというと、土地の影響、多くの場合そうです。ある土地の影響、あるところに行くことで、月ってあるでしょ。何かに使われるとかっていう、よく狐付きとか言いますけど、狐付きというよりも土地の影響、その土地に行くと粒子があるわけですよ。こう石っていうのは全部粒子がありますから、そういうところのその場所ということで、ここは人が寄りつかないようにということでしめ縄をしたり石を張ったりして、大昔は人が入らないようにしてたんです。でそれが戦争とかいろいろあったりして、長い時間経ってる間にそこに祠を建てたりしてる間にだんだん大きくなって神社なんで行っちゃったっていうだけで、そこの武士さんは何もその言われは知らないです。神社ができるもっと前、地球ができてからずっとそうですから、そういう場所は世界中にどこでもあるんです。それはこんな街の中でもあります。交差点にもあります。そういうところで普通に歩いていて足がつまずいたりっていうことが起こるのもやっぱり同じ影響です。それは普通なんです。地球っていうのはそういうものなんです。という中でたまたまそういう影響を受けて、精神的にも肉体的にもそういう影響が持続する人がいるんですよ。っていうのがそのうちそれが持続するとうつになるんですよ。だからそういううつ症とかっていうそういう人の最初の原因は沈んでるんです。沈むというんです。地球の、にいることで自分が浮いたり沈んだり。浅田さんは沈んでるんです。で、立って今こう取りますから、でどうなってる、一回歩きます。歩く？もう歩く自信なくなっちゃうんですよ、瞬間にね。で今どうなってるかというと、地面、足がつけてるところが地面と思ってないんです。この地面よりも3センチ下、3センチ下が自分の地面だと思ってるんです。だから歩くときにこの地面よりもその下脳がそうなってるんですっていう脳が今そうなってます。で今は頭の中でそう
頭がどうなってますから、そうじゃなくて、それよりも上3センチが本当の地面というふうに今頭で思って、そしてあれぐらい頭でそう思いながら3センチです。もう一回言い方ですね。3センチです。はい。歩きます？歩けるでしょ？そうなんです。3センチ上は歩けるんです。でも何もしないでいると、はい、普通に歩いている。この床よりも下が自分の地面だと思ってるから、そこを踏もうとしても、その先に足に当たりますから、もう不安定なんです。で、これはそのご神木を燻製したものですから、今その状態を正常にする木と一緒です。それをつけると、頭の中はこの地面が自分の地面だと脳は思ってるんです。だからそういうふうに思わなくても歩いてください。3センチ上だと思わなくて勝手に脳がそうなるんです。どう思いますか？そういう感じでしょ。そうなってるんです。こんなこと今の医学って分からないですよね。医学じゃないんです。人間に起こることです。だから人間医学なんです。言うんであれば西洋医学じゃないんです。それ張ってる間はそういう効果があります。それがなくなったら3センチが地面。3センチ上、3センチ上、しっかり足つけて歩いてるでしょ。足に重さが来るでしょ。もう一回3センチ上ですよ。この感じですよ。で今度普通にして何も考えないで、自信がないんですね。っていうことですから、これを貼っておきましょう。で、なくさないようにテープでまた取れないようにして。一日貼ってるんですか？もう一日中。これ私はこういうのやってます。この中にそれが全部入ってます。これはマイナスの9って言います。マイナスの9って言うんですけども、今私の中にそれがいっぱい種類があります。ここに全部種類があります。その中でマイナスの1、マイナスの2、マイナスの3ずつありますけども、マイナスの10まで、マイナスの9です。相当に強く引っ張られてます。ということです。それを身につけてれば、運転しても大丈夫です。これをやってればね。それやって運転すると分かりますよ。じゃあ、こうネックレスみたいにすればいいんですね、それを。だからこれが全部、これをね、洗い物するときにこうネックレスに、じゃあそれをくるっと巻いて、身につけていけばいいってこと？そうです。とにかく肌に触れるようにして。これだけでいいんですか？それだけです。それだけでいいんです。病気でもないんですか？病気じゃないですよ。それがあることで起こっているいろんな症状っていうのがあって、それは病院行くと歯医者に行って歯に原因がないのに削るでしょ。なんで？歯に原因がないんだから。でも病院の歯医者はそれじゃないとお金が払わないんです。この状態で病院行くと、だからいろいろ言ってるんだから、いろいろ言ってるんだから、なんかやっぱりしなきゃいけないから、薬も来るし、いろいろ検査もするんですよ。でも原因はそこにはないんですよ。体にはないんですよ。原因は体にないんです。外なんです。じゃあ今整体に2カ所行ってるんですか？意味はないです。意味はないです。そうなんですか。それを実際自分でもう一回歩いてみて、どう思います？これ違って？そうそう。どうですか？自信はありますよね。これはついてる。そうですよ。ついてるとね。そうなんです。それをしばらくつけてて、そのうち良くなります。それはいつ頃から起こったって言いました？1年半。1年半前。そうですね。そんな昔じゃないですよね。それが取れるのは普通にそうだね。それを普通にして改善するのは1年、2年半、3年後です。3年後は正常になります。でも3年間はこの1枚でうまくやってください。はい。ありがとうございました。じゃあ自分がいつなるかわからないです。自分の家族もそうです。家族が変だなと思った時にいろんな問題が起こっている可能性ありますけども、こういう場合もあります。これはほっとくとそのうちうつになります。
それで病院行っても治らないということで、それは精神科に回されたりします。でもその原因はここです。ということです。それは決して難しくないです。そういう検査が、中川先生もできますから、そういうことも相談してみてほしいですよね。